はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。今日はですね、インドの代表的な株価指数であるセンセックスのですね、チャートデータからアノマリーを導き出しましたので、そのアノマリーを元にですね、いつですね、インドの株価指数を買うといいのかっていうお話をしていきたいと思います。すでにですね、画面に映っているのがインドのセンセックス指数なんですけれども、こちら年足しのチャートになっており、高値をね、更新中だということが一目瞭然なわけですね。で、このセンセックスの、インドのね、指数のすごいところは何かというと、こちらナスダック100の年足しのチャートなんですけど、こちらですよね。2022年に、米国の株価指数大きく下落したんですけど、その時でもですね、一応インドのね、センセックス指数も一応下落したといえば下落したんですけども、すぐですね、切り返して、大きく上昇しているというのがもう現状なわけですね。報道ではですね、すでにもうバリエーション的に割高なんじゃないかっていうような、意見もあったりするんですけれども、買い時をですね、探っている人もいると思いますので、ぜひこの動画最後までご視聴いただければ幸いです。では早速ですね、インドのセンセックス指数のアノマリーってどんなものかっていうことなんですけど、そのアノマリーを調べるために、あるシミュレーションをやったんですね。どんなシミュレーションをしたかというと、すでにですね、私の過去動画で S&P500 とナスダック100のですね、2024年の買い場を探る動画を作ったんですけども、そこと同じシミュレーションをしたわけですね。例えば具体的に言うとですね、過去ね、40年以上のデータを使って、毎年1月の第1営業日目で買ったものを、その翌営業日目で売却する。毎年1月の第1営業日目で買ったものを2営業日目で売却する。毎年1月の第1営業日目で買ったものを3営業日目で売却するっていう、そういうふうに毎年1月の第1営業日目で買ったセンセックス指数を1営業日目で売る、2営業日目で売る、3営業日目で売るっていう、どんどん保有期間を1日ずつ増やしていって、売却するっていうトレードを40年以上繰り返したらどういう損益になるのかっていう、実験をしたわけですね。もうちょっと具体例で言うと、毎年1月の第1営業日目で買ったインドのセンセックス指数を100営業日保有して100営業日目で売却するっていう取引を40年以上続けるとか、あるいは毎年1月の第1営業日目で買ったインドのセンセックス指数を200営業日保有して200営業日目で毎年売却するっていう、取引をですね40年以上やるっていう、そういう毎年毎年同じ日に買って同じ日に売却するっていうことを40年以上やったら、どういう結果になるのかっていうシミュレーションをしたわけですね。で、その結果、もうすでに、グラフとしてネットプロフィットを、表示してますけど、何が分かったかというと、インドのセンセックス指数ですね、この毎年1月の第1営業日目に買って、保有期間が短いと、損をする可能性が結構高いっていうことが分かったわけですね。年初の方は見送るべきっていうことがですね、このデータから分かるわけです。で、ここら辺ですよね。ここら辺からやっとですね、利益が出ていくってことが分かるわけです。つまり、毎年1月の第1営業日目で買って、それを50営業日目とか80営業日目とかで売却してしまうと、このようにですね、損をしてしまう可能性が高いということなんですね。じゃあどういう売買をすると利益になる可能性が高いのかというと、このネットプロフィットのこの利益が出ているところですね。そこから買い始めればいいということになるわけです。で、それがじゃあいつなのかというと、毎年ですね、97営業日目の終値で買ってあげると、この累積利益がですね、増え始めるところで買うことができ、それをですね、ずっと年末に向かって保有していくっていうことがですね、インドのインデックスの売買にとっての最適解じゃないかなというふうに思うわけですね。ちなみにこのピーク時から下落していく部分があるんですけど、これはですね、実は私のこのシミュレーションというのは、250営業日までの保有でシミュレーションしているので、インド市場はですね、年間の取引日数250営業日ないんですね。祝日が結構あるんで。なので、このピークから下落しているこの部分っていうのは、もう翌年の部分になってるわけですね。翌年ってことは、こちらですよね。この部分になって被ってきているということになりますので、やはり、ピークを過ぎたところはもう来年の話になってきますので、そうすると、ネットプロフィットを減らすことになってしまう可能性があるので、年末のですね、最終営業日で売却するっていうことが望ましいという結論になったわけですね。もう一度言いますと、インドのインデックスは毎年ですね、最初の営業日目から数えて97営業日目の終値で買って、それを年末の最終営業日目で売却するっていう売買を毎年繰り返すと、この部分ですね。
この部分を収益化できる可能性があるということですね。1月から4月の間っていうのは、インドのインデックスっていうのはあまり買い場ではないっていうのがですね、今回の調査で分かったアノマリーだということですね。今年のですね、97営業日目がいつなのかっていうことを具体的に申し上げますと、5月24日の金曜日になります。祝日も考慮した日数で考えているんですけども、若干ずれる可能性もありますので、5月24日金曜日前後というふうに考えていただいた方がいいと思います。で、それをですね、ずっと保有して、年末の12月のですね、最終営業日目で売却するということをすると、高連のドローダウンを食らわずに済む可能性が高くなるということですね。実際にですね、どのタイミングでエントリーするのか、エグジットするのかっていうことに関しては、テクニカルの知識をもとにですね、考えていただいた方がいいと思います。ちなみにですね、私は3月からですね、ラジオ日経の方でラジオ番組のパーソナリティを務めております。ディーリングルームへようこそという番組なんですけども、YouTube でも同時配信していますし、過去の放送分も YouTube で見ることができます。こちらのラジオ番組の後半でですね、毎週テクニカル分析について解説していますので、そちらの方を参考にですね、インドのインデックスの買いのタイミングを測っていただければと思います。では、引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。